鈴木ザイオン。母の教えが育てた守護神。小4から練習着を自分で選択してきた少年。ワールドカップの舞台で日本のゴールを守る大きな背中。鈴木ザイオン選手ってどんな人？その原点にはお母さんの教えがありました。この動画では鈴木ザイオン選手の大きな背中の奥にある母の教えと小さな習慣の物語を見つめていきます。ガーナ人の父と日本人の母のもと、アメリカで生まれ、日本へ。そして、埼玉の浦和で育ちました。191センチを超える体格。鋭い反応。遠くまで届くキック。見るからに、世界基準の守護神です。でも今回、見つめたいのは、スーパーセーブの技術だけではありません。なぜ、あれほど大きな注目を浴びても、鈴木選手は落ち着いていられるのか。なぜ、若くして日本代表のゴール前に立っても、どこか謙虚で、まっすぐでいられるのか。その原点には、お母さんの教えがあったのです。しかも、それは特別な英才教育ではありません。小学校4年生の頃から、自分の練習着を自分で洗う。自分のことは、自分でやる。それでは、鈴木ザイオン選手の母の教えと小さな習慣の物語。鈴木ザイオン選手の大好きなおはぎでも頬張りながらほっこりと7分間ご覧ください。エピソード1、母が教えた自分のことは自分で。鈴木ザイオン選手の原点にはお母さんから教わった大切な言葉があります。それは自立すること。自分のことは自分でやる。とてもシンプルな教えです。でも、子供の頃からそれを本当に続けるのは簡単ではありません。鈴木選手は練習着やユニフォームの洗濯も小学校4年生くらいから自分でやる習慣があったそうです。小学校4年生です。サッカーの練習から帰ってきたら疲れているはずです。汗をかいた練習着をそのまま置いてしまいたくなる日もあったかもしれません。明日やればいい。お母さんがやってくれるかもしれない。そんな気持ちになることも普通ならあります。でも鈴木少年は自分が使ったものを自分で整えることを覚えていきました。これは派手な話ではありません。でもとても大きな話です。なぜならサッカーの強さは試合の日だけに生まれるものではないからです。誰も見ていない家の中で自分の練習着を洗う。明日の準備をする。自分の身の回りを自分で整える。その小さな積み重ねが、やがて大きな舞台で最後の一人として立つ責任感につながっていったのかもしれません。エピソード2、洗濯物の前で育った責任感。ゴールキーパーは特別なポジションです。フィールドの一番後ろでチームのゴールを守ります。一つの判断、一つの反応、一つのミス。そのすべてが試合の流れを大きく変えることがあります。だからこそ、ゴールキーパーには技術だけではなく責任感が必要です。でも、その責任感はいきなり日本代表のユニフォームを着た日に生まれるものではありません。日々の生活の中で育っていくものです。自分が使ったものを自分で片付ける。自分が汚したものを自分で洗う。自分の準備を人任せにしない。子供の頃の鈴木ザイオン選手にとって練習着の選択はただの家事ではなかったのかもしれません。それは自分のサッカーに自分で責任を持つ最初の練習だったのかもしれません。ピッチの上でゴールを守る前に家の中で自分の生活を整える。大きな守護神の土台は、そんな小さな日常の中で作られていきました。エピソード3、母の教えは感謝を知る教えでもあった。自分のことは自分でやる。この言葉にはもう一つ大切な意味があります。それは支えてくれる人への感謝を知ることです。自分で練習着を洗ってみるとわかります。汗をかいた服を洗うのは簡単ではありません。次の日に使えるように整えるには手間がかかります。
自分で準備してみると、わかります。忘れ物をしないようにするには、気を配らなければいけません。自分でやってみるからこそ、誰かがやってくれていたことのありがたさがわかる。鈴木選手のお母さんが教えたかったのは、ただ家事をさせることではなかったのだと思います。自分の足で立つこと。そして、支えてくれる人の存在に気づくこと。その両方だったのかもしれません。だから、鈴木ザイオン選手は、大きな舞台に立っても、自分一人でここまで来たとは思わない。母がいて、家族がいて、支えてくれる人がいた。そのことを、ちゃんと心の中に持っている。そんな青年に育っていったのではないでしょうか。エピソード4、大きな背中の奥にある、小さな習慣。鈴木ザイオン選手を見ると、どうしても体の大きさに目が行きます。日本人離れした体格。迫力あるセービング。世界で戦えるスケール。でも、今回の物語を知ると、その大きな背中の見え方が少し変わります。あの背中の奥には、小学校4年生の頃から自分の練習着を洗ってきた少年がいます。自分のことは自分でやる。そう教えられ、少しずつ自立していった少年がいます。華やかな代表戦の裏に地味な日常がある。大きなセーブの裏に小さな習慣がある。世界へ向かう守護神の裏に母の教えがある。そう思うと、鈴木ザイオン選手のプレーには、ただの迫力だけではなく、温かさまで感じられます。日本代表のゴール前に立つ姿は、とても大きく見えます。でも、その大きな背中の奥には、子供の頃から積み重ねてきた小さな習慣と、母の温かい教えがあります。小4で選択。そこには、守護神としての責任感の原点がありました。そして、この自立心は、やがて、鈴木選手が大きな試練に向き合う時にも、彼を支える力になっていきます。次回は、鈴木ザイオン選手の第2章。批判の嵐でも折れなかった守護神が、本当に守りたかったもの。プレーへの批判と、人を傷つける言葉の違い。そして、未来の子供たちのために、声を上げた勇気を見つめます。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の日本ファンへ、33言語の字幕付きでお届けしています。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。